盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは、よく使うハサミの手入れ、手入れというか研ぎ方なんですけども、盆栽とかでねこういう作業これ完了してますけど、この中でもかなりの回数ハサミ使ってます。細い枝から、柔らかい実だったり太いちょっと硬いもね、おかつねさんだったら結構無理して切れたりするんですけど、そんな中でやっぱこの刃こぼれがだんだんね使ってるうちにしてくるんですね。でも切れ味が悪くなると。でそうなった時に切れ味が悪くなったからもうハサミを捨てるっていうわけにはいかないんで、そういう時に、僕のやり方にはなるんですけども、僕はこうやって研いでまた切れ味を戻してますよというのをちょっと動画にしてみようかなと思います。じゃあ早速手元カメラに変えてやっていくんですけども、これが砥石なんですね。ちょっとこれもらいもんでねどこでも売ってるもんじゃないかもわからんのですけど、触った感じなんでしょうかね、ちょっとザラッとするぐらいでツルツルでもないですね。だからホームセンターとかで売ってると思うんですけど、多分中くらいのね、あんまザラザラじゃなくてツルツルだったら案外砥石でやってね、その仕上げなんでツルツルのは削れないんですね。その刃がね硬すぎて、だからちょっと砥石もこう削ってるうちに削れる、刃も削れるぐらい。砥石がもう全然削れるような硬いのは多分上級者向けというかもう仕上げ用だったりするんで、そういう砥石を使ってください。仕上げ、こういうのプラスツルツルの仕上げ用で置いとったらなおええとは思うんですけど、大体ね枝切るようなこれ一つでだいぶいけます。ちょっと水で濡らして、砥石結構ね水しっかり濡らしとかんと調子悪いんで、いつもちょっと汚いバケツであれですけどこうやって水につけて保管してます。でそれをいざ使う時はもう水から出して、なんならここの水気がなくなってきたらこうやってね水をちょっとやるみたいな。で研ぐハサミがこれなんですけども、松ヤニとかでね結構汚くなったこういう錆落とし、これも盆栽でこれ売ってたん昔に買って結構長いこと使ってるんですけど、今も売ってるのクリーンメイトかなんかだったかな。こうやってねもう何かしらの砥石の時はね、砥石っていうか研ぐ時は水で濡らしてやってください。もう何でもかんでももう水で濡らしとってください。もうその方がやりやすいです。乾いてたらやりにくいです。それでちょっとね余分なヤニを取ってやって、でこのハサミ何回か研いでますけども、前に研いだとこあんまりわからないかな。だいたいねここからここ綺麗にね研げたら OK です。ちょっとやってみますね。こう押す時に力を入れる、押す時に力を入れる。持ち方は研ぎたい刃の方をしっかり固定する感じで指全部を使ってねこう押してあんまこうやるよりかはこう長くした方がいいです。こうした方が研げますよというよりか、砥石がねこれいつもまっすぐじゃないといけないんで、あんまりこんなことばっかりやったらここばっか掘れてしまうんで、なるべく砥石を長く使った方が長持ちしますね。また後で違う砥石でこう削りますけどね。でちょっとで今この白くなってるキラキラっとしてるところが研げたところですね。でこれがね慣れてない人はこの一番先が丸くなってるのを研ぎ出すためにやってるの、その一番先だけがね当たってない場合が多いんです。で今よく見たら、一応ちゃんと当たってるかなと。そうそう、本当は最初に言っとかないといかなかったんですけど、この刃の先をね太陽が強い光でね反射さすんですよ。だったらね先が丸いとここがねキラキラ反射するんですよ。でキラキラ反射してるとこを重点的に研いでいくと。でなんで反射してるかっていうと、先が反射するだけのその面になってるとかね、思いっきりまっすぐなってたら反射しないんです。こう太陽にこういろいろかざしてみてもね。でその白く光ってるとこがなくなったら研ぐのが完了という感じですね。
だからこう光に向けてみて、この先を見るんですよ、ここね。で先の方がキラキラしてたら、先の方をこう、先の方重点的に言ったら気持ちそうですね。なんとなくこうピタッと当てるんでも、ちょっとこうちょっと先の方がねよく当たるように、逆に内側の方当てた方はちょっとこう先が持ち上がるような感じ、イメージですけどね、そんな感じで力を入れてやったらある程度調整効きます。でも基本はもう全部の面に同じように当たるようにと。ほんで研ぐのが成功するとね、こういう音がするんですよ。シャカシャカとね。もうちょっと研いでみよう。金属と金属がね、こうハサミの部分がちゃんとね当たるとね、独特なシャコシャコというようなね、こういう音がしたらまあまあ成功ですね。これ研ぐ前、これも結構研げてるのかな。音が変わるよ。なんかキュッキュッとするようなね、これ音があんましてないですよね。で研げてるのはこんな感じの音がなんとなくね、音からでも研げてるかどうかが分かるみたいな。はい。でだいたいハサミの先はそれで OK なんですけども、あとねだんだん研ぐとね、こう削れてなくなってくるんで、刃の先がね、わざとしますけどこう広がっていくんです。ここ隙間がちゃんとしてるのに、こう隙間がね空いてくるんですよ。そうなってきたらここガリガリっとね、グラインダーかなんかね、金属を削れる何かで、何でもいいんですけど削って、刃の先がしっかりこう噛み合うように持っていく必要があります。そういう風にしていったら、このおかつねさんのハサミも結構お安く手に入るんですけど、長く使えてね。でだんだんねこう細くなってこう短くなってきて、あまりにも作業がしにくいなと思ったら替え時かなと。はい。でも最初すぐね切れ味が悪くなって研ぎ方が分からなかったら、もうそれ使い物にならないんで、こういう砥石とか用意してくれたら長持ちするということで。ほんで最後ね、こういう、僕これ使ってるんですけど、サビュートリキシミオさえ動きよくするっていうね、クレ556、有名なメーカーさんですけど、これをねもう金属部分もザブザブにかけちゃいます。これでちょっと保管しますね。これで作業再開だったりとかだったら、なお使い勝手がいいですね。はい。もうおかつねさんとこのクレ556さんは本当によく使えますね。これセットでかなり、相当な本数の木を切ってきたと思います。はい、今日は北谷留置的ですけども、ハサミの研ぎ方、手入れの仕方を簡単にご説明させていただきました。ちなみにさっきね研いだハサミなんですけども、最初切れ味悪かったのが、こう柔らかいんだよね。ハサミがね切れるかどうかってね、結構こういう硬いのはねどこでも切れるんです。結構簡単にね。でもこういう柔らかいがねスパンと切れるんで、ちゃんと研げてないと切れないんで、こうやってね。だから皆さんも研いだ後にこういう柔らかいのをね、草でもいいです。どこでも草花ね、切っても良さそうな草花の葉っぱこうやって切ってもらって、研げてるなみたいな、そんな感覚のつかみ方もありかなと。でこういうね作業にまた入れると。はい。だから道具大事に使えば結構ちゃんと切れる道具なんで、その辺砥石持ってない方は砥石も手に入れられてね、道具を長く大事に使っていただけたらなと思います。はい、今回は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。